今回は F1 ドライバーのステファノ・モデナについて分析したいと思います。彼はブラバム時代、モナコグランプリで表彰台に上がったり、91年ティレル・ホンダでもモナコで予選2位からエンジンブローするまでセナの後ろを走りました。時折光る速さを見せるモデナでしたけども、特に市街地サーキットに強かったです。彼はどんなドライビングなのか、そしてそもそもステファノ・モデナというのはどういう人なのかというのを分析したいと思います。ステファノ・モデナがどういうドライバーかというと、この3つがモデナと関わった人たちの共通意見のようです。非常にナイスガイで誠実。で、2番目がマシンのセッティングが決まっていると手がつけられない速さを見せる。3番目がセットアップが外れたり、マシンが不調になると集中力を欠いたり、慎重になりすぎる面がある。非常にナイスガイで誠実。人格としてはとても落ち着いた人なんですね。で、セッティングが決まるとすごい速いと。だけどセッティングが決まってないと集中力がなくなったりスピードが落ちちゃうっていうことなんでしょうかね。フジテレビの中継では古舘さんにネクラなイタリアンとか言われてたと思うんですけど、ネクラじゃなくて繊細なイタリアンっていうのが正確な表現でしょうね。おそらく思慮深くて繊細なんだと思います。この3つでまずモデナさんのなんとなくの全体像がイメージできたかなと思います。で、ブラバム時代のリンランドさんはこういう風に評してるそうです。カート時代からの天才と認め、そのステアリング操作や荷重移動の滑らかさを絶賛。荒い操作を好むドライバーとは異なり、タイヤグリップの限界を緻密になぞるようなドライビングができる数少ない才能。カート時代からの天才ってことは F1 に来るずっと前、モデナが子供の頃から天才だったってことでしょうかね。で、ステアリング操作や荷重移動が滑らかであると。で、その繊細な操作でタイヤのグリップを使い切れるドライバーっていうことでしょうかね。モデナはフロントタイヤの応答性に対して極めて過敏。フロントが思い通りに動く状態であれば、セナやプロストに匹敵するようなタイムを叩き出す能力を持っていた。モデナのドライビングはとにかくフロントタイヤが大事なんですね。で、フロントのセッティングが決まっているようであれば、セナやプロストにも負けないようなタイムを出す能力があるとリンランドさんは言ってます。モデナのセッティングの好き嫌いはあるにしても、何しろそれだけの速さを持ってるってことですね。で、次はティレル時代に短い間ですけど関わった、マイク・ガスコインさんはこう言ってます。ファクトリーやテスト現場で車高やサスペンションのセットアップを極小ミリ単位以下変更した際、モデナはコースに出て数周もしないうちにどこをどれだけ変えたかを正確に言い当てた。テスト走行の時に車高が変わっていたと。ただそれはミリ単位以下ぐらいの普通は気づかないレベルの話。だけどモデナは走ってすぐにどことどこを変えたでしょうと言ってきたってことでしょうね。非常に繊細な感覚ですね。特にサスペンションに関してモデナは繊細に感じ取ることができたそうです。当時は現代ほどテレメトリーが発達していなかったため、マシンがコーナーのどの段階でどのようにロールし、どこでグリップを失っているかを言語化できるドライバーの能力が不可欠。ガスコインにとってモデナのフィードバックは非常に精密なデータそのものだった。まだこの時はテレメトリーによって何もかもが見れるっていう時代じゃないですから、ドライバーからのフィードバック、説明が大事なわけですよね。だけどモデナは非常に事細かに車の状態や変化を説明できる人だったんですね。先ほどフロントのセッティングが決まってないと走りがいまいちになっちゃうなんて話がありましたけど、決してモデナは感覚で走ってるドライバーじゃなくて、車に起きてる現象っていうのはきちんと捉えてるんですね。なので根本的には理論的なドライバー、頭脳派ということになるんだと思います。何しろそれによってガスコインさんはフィードバックが精密で助かったっていうことですね。ブラバム時代とティレル時代の話をしましたけども、偶然とはいえこの2チームにいるときはモデナ選手はピレリタイヤを使ってました。モデナ選手はピレリタイヤの使い方が非常にうまかったそうです。モデナはピレリスペシャリスト。ピレリの予選用タイヤは非常に高いグリップを誇ったが、扱いが非常に難しく、熱の入れ方やアタックのタイミングが重要。モデナの繊細な操作が一発アタックでピレリの最大グリップを引き出すのに非常に適していた。
この時のピレリの予選用タイヤなんですけど、90年の日本グランプリだったと思うんですけど、解説で今宮さんが、ピレリの予選タイヤは、全開でアタックすると一周持たないって確か言ってたと思うんですよね。鈴鹿が割と一周長いサーキットだからっていうことなのかもしれないんですけど、何しろピレリタイヤっていうのは、一周の中でどういう配分でどんだけグリップを使うのかっていうのが、意外と難しかったっていうことなんだと思います。なんですけど、その使い方がモデナはすごい上手かったらしいんですね。それをここでは言っています。じゃあモデナはこのピレリタイヤをどう使って走っていたのかっていうことなんですけど、それを分析することによって彼のドライビングスタイルが、より詳細に見えてきます。モデナのドライビング。1、ステアリング操作の滑らかさと1回切り。モデナはコーナー進入時にステアリングを何度も微修正することはなく、スムーズかつ1回で理想の打角を当てることができた。タイヤに無駄な摩擦熱を生ませないため、ゴムの限界を超えずに高いグリップを維持できた。モデナ選手は車のフロントの入りを重要視するんですけど、アレジと違って微修正したり、カウンターを当てたりそういうことはしないんですね。一回ハンドルを切り出したらもうそこで打角は一回で決めると。それによってタイヤが擦れたりねじれたりしないですから、無駄な熱を発生しないでタイヤを傷めないっていうことだったみたいですね。確かにモデナ選手のオンボードカメラの映像を見てみたんですけど、ブラバム時代の映像だったんですけど、ハンドルを一回切ったら確かにそのまま曲がってましたね。カウンター当てるような動作とか、ハンドルを戻すような動作っていうのはしてなかったですね。でも狙い通り一発で打角を決めるって、それで走り続けるって相当難しいと思うんですけど、それができる天才だったということでしょう。2番目。フロントタイヤをこじらない丁寧な荷重移動。アンダーステアを出してフロントタイヤを横に引きずると、ピレリはすぐにオーバーヒートを起こす。モデナはブレーキのリリースと向き替えのタイミングが絶妙で、フロントに荷重をかけつつも滑らせずに回答させるセンスに長けていた。モデナ選手は車のリアを滑らせることもないし、逆にアンダーステアも出さないんですね。アンダーを出しちゃうとタイヤが横に擦れるわけですけど、そうするとピレリタイヤはすぐオーバーヒートしちゃうんですね。モデナ選手はなんでアンダーを出さないかっていうと、ブレーキリリースからの向きの変え方がうまいと。で、フロントに荷重をかけながらちゃんと曲がっていくってことですね。この辺はアルボレートさんに似てるのかもしれないですね。たまたま2人ともイタリアンですけど。3番、カート時代に培われたタイヤ表面の温度変化の察知能力。アタックのウォームアップからアタックラップにかけて、タイヤのコンパウンドがいつどの瞬間で最大のグリップを発揮するかを感知する能力が極めて高く、タイヤが美味しい状態にある一瞬に完璧にラインを重ねることができた。結局予選アタックできちんとタイヤのグリップをうまく使い切れるっていうのは最大の理由はここなんでしょうね。タイヤのグリップ状態を感知する、掴み取る能力が非常に高いんでしょうね。先ほどからモデナ選手は車のフロントが入るのが好きという話をしてますけど、正確に言うとフロントが入るというよりもフロントの感触が強く伝わってきて曲がっていける車が好きだっていうことらしいので、フロントからの感触で常にタイヤのグリップ状態を感じ取ってるんでしょうね。その感覚が非常に優れてるっていうことなんだと思います。で、91年ティレルホンダでのモナコグランプリで予選2位から発進してエンジンブローまでセナの後ろ2位を走ってたわけですけど、あのレースはなんでそんな速かったかというと、モナコグランプリで予選2位の奇跡。モナコのような超低速かつ低グリップの公道コースでは、モデナが求めるフロントが即座に反応するセッティングと、ピレリの予選用タイヤの強烈な一発グリップが完璧に合致。フォスルスウェイトはあの状況下のモデナは純粋なスピードにおいて、セナと何ら変わりなかったと彼の天性の才能を認めていた。モナコグランプリでは、ピレリの予選用タイヤと、モデナのドライビングが非常に優れていたということと、その2つに対してマシンをなんとか合わせることができたレースだったっていうことなんだと思いますね。っていうのは、このモナコグランプリでマシンに何か特別なことが施されたわけじゃないので、あくまでタイヤ性能とモデナの腕による予選2位と決勝の2位走行だと思うんですね。その証拠に、モデナ選手っていうのはブラバム時代からフロントが曲がるセッティングに対してリアは
安定性を求めたらしいんですね。アレジのように車を振り回す人じゃないので、リアはどっしり安定してほしいと。だけど、このティレル020だけに関しては、リアが滑ってもいいからフロントを食いつかせてくれという、そういうセッティングを求めたらしいんです。それはなんでかっていうと、そんだけこの車が曲がんなかったからだと思うんですね。で、基本的にモデナは妥協のセッティングでこの車に乗ってたはずなんですけど、それがこのモナコではたまたまバランスが取れたんだと思います。それはおそらくエンジンが重いことがたまたまここではいい具合のトラクションになって、普段は能力不足のモノショックサスがいい具合に突っ張って踏ん張ってくれて、ピレリタイヤとモデナ選手の走りにちょうどバランスが取れたんだと思います。でも何しろそうやって条件が揃えば、本当にモデナ選手っていうのはセナに迫るぐらいの速さを出した。この時のポスルスウェイトさんはティレルから離脱する直前ぐらいですけど、ね、純粋なスピードにおいてはセナと変わらなかったって言ってますね。だからそれぐらいハマった時のモデナっていうのは速いってことですね。あと余談ですけど、カート時代はモデナってセナと仲良しだったんですよね。二人でよくつるんでたらしくて。まあそれが F1 に来てしまったらすごい差が開いてしまって、このレースだけはセナに近い位置で走ることができて、このティレル020っていう車がもっとまともだったらそんなシーンが何回も見れたと思うんですけども、まあこの車があまりにダメで、そんなシーンは他にはありませんでした。このティレル020については、最近またいろいろ調べて分かってきたので、改めて別の機会に動画を作りたいと思います。で、モデナ選手についてですが、これは最近の写真ですよね。今はこんな姿をしてます。で、ジョー・サワードっていうのは、外国のジャーナリストの方ですけど、まあ、モデナ選手をこのように評してますね。セナ級の添付の才を持ちながらも、あまりに繊細でメンタル面に波があったため、自らのポテンシャルに見合う結果を残せずに F1 を去った悲運の天才と言ってますね。まあそうなんでしょうね。単純な速さで言ったらセナと張り合うぐらいですから。だけど、ずる賢くないし、ずぶとくもないし、あとマシンの変化を繊細に感じ取りすぎちゃうっていうんですかね。ここがおかしい、あそこがおかしいってすぐ分かっちゃうんでしょうね。で、それが気になったりとか、ドライビングを手加減しちゃったりとかするんでしょう。それによって F1 では大活躍はできなかったと。モデナ選手は理論派だって私さっき言いましたけど、まあその証拠にF1 引退した後ってヨーロッパでブリヂストンタイヤの開発ドライバーやってたんですよね。タイヤのフィードバックをしたり、そういう能力はすごい高いんですね。まあティレルホンダの時に中島選手のチームメイトだったですけど、モデナ選手を紹介するような情報っていうのはこれまであんまりなくて、この人どういう人なんだろうとか、この人どんなドライビングしてたんだろうって全然私分かんなかったんですけど、今回調べてようやく分かりました。調べていくうちに他にも彼のことはいろいろ分かってきたことがあるんですけど、まあそれも何かの機会でまた紹介できればなと。はい、今回はここまでです。いつもね、コメントくれる方、いつも高評価をしてくれる方、本当にありがたいです。で、最近コメントくれる方が皆さん本当にハイレベルな人たちが多いなと感じております。F1 そのものに詳しいというのもありますけども、ドライビング自体に非常に詳しい、もしくは F1 マシンについて、もしくは車というものについて非常に詳しい人が多いなと思います。サスペンションがどんな動きをするであるとか、エンジン特性がどういうものであるとか、そういうことを私が喋って、ちゃんと理解して、もしくは私以上に詳しくて、コメントしてくれる方が今はたくさんいらっしゃるので、非常に嬉しいです。私自身ももっともっと勉強して、いい情報を発信していきたいと思いますけども、こうやって技術的にハイレベルな方がコメントたくさんしてくれると、これがこのチャンネルを見てくれるお客さんなんだなっていう形ができてきますので、非常にありがたいです。また次回も頑張りますので、はい、よろしくお願いします。